パースがまあせいぜいアイレベルって言ったらこの絵だとまあここら辺じゃないですか。だからそこに集まるようにしたいけど、これだとクーあらぬ方向へ。じゃあ改めて今日のチャレンジはこの人の視点からこういうキャラクターをこのソファに寝ているポージングをしてこの人からどういう風に見えるか想像して私が描いたものはこんな感じです結構パースに乗ってるように描こうとしたんだけど結局平行的になっちゃいましたね。でもある程度ソファに寝ているようにちゃんと見えますかなただ大事なのがこのキャラ表を見て、シワがなんか3つ4つくらいなんか種類がありますよね。まあ素材によって、薄いシャツとかだったら細かい線が入るけど、厚い毛布のような生地だったらゆったりとした。そうですね。で私がすごい気に入ってるシワの描き方はこれでした、私が単純にこういう曲がり方があったらここにも線ができますと思ってました。これはそれだと思ってこういうところにシワがあったらこういう風にも線ができると思ってたんだけど、こういうシワができた時にこのようなシワだと全然素材感が違いますよね。なので私が描いたシワが結構薄い生地に見えますね、でキャラクター的にちょっと性格がだいぶ変わりましたね、単純な丸いボールになっちゃいました。なんか LINE に出てきそうなキャラだなあとソファーの高さここ持ち上げてあるんでそういうところよく見てそうですね、元の素材を見てこういう形だったしこの影は描いてやったしちゃんと元の素材を見て同じように見えることを確認しなきゃいけないですね。多分そんなに太っていないキャラクターだと思うんですけど細い人がモコモコした生地着てる感じだけど私が描いたキャラクターがなんか T シャツの素材だった上に結構痩せてるキャラクターになっちゃいましたね。でも結構役に立った技術はこの曲がってるところがあるけど線を引きたくない時にこういう途切れした線を細かいタッチでちょんちょんちょんってやって、そういう風にもっと形が分かるようになりますね。ソファの描き方として定規を使わないで引いたらもっと柔らかく見えると思ってたんだけどそのおかげでしっかりしてない形になっちゃいました。ちょっとパースに乗り切れてないかなって感じになっちゃうから。で日野井さんが描いてくれたのはこんな感じです。ただのソファだけどなんか気持ちいい。ソファの形しっかり描いてあるからソファだけ見て気持ちいい感じです私の絵よりもソファのこの部分にちゃんとへこんでるっていうかちゃんと乗ってる感じです。何かアドバイスありますか？もっとは柔らかく見せたいんだったらこういう線を入れちゃうとか。そういうのもできるんだ、じゃあこういうソファのへこみとあと体にも曲がる線があるともっとちゃんと乗ってる気持ちになるか。私が描いた線がなんとなく結構直線的ですね単純な曲線。あと1枚の絵として見た時にこういうところ空間ができちゃってるじゃないですか。ちょっと寂しいからこれぐらいの収まりにした方が空間が埋まるんで。なるほど。あとは気に入ってたところがこの S の字、シワ書いたらもっと厚い生地が分かりますよね。ちょっと比較してもらえますか？あとアドバイスとか。なんだかんだ言ってね、さっきも言ったようにアイレベルパースがせいぜいアイレベルって言ったらこの絵だとここら辺じゃないですか。だからそこに集まるようにしたいけどこれだとクーあらぬ方向へここら辺に集まるようにスッとこっちのパースもこのラインに集まるように集めていくと。こういうね柔らかい曲がり角ねここら辺をどう描くかっていうのがねちょんちょんちょんのタッチとかスッと
スッと途切れ途切れの線の方が柔らかく見えるんで、自然な家具の置き方としてぴったりつけるんじゃなくて、こう少し離した方がそれっぽく見えるじゃないですか。ああ、そうですね。まあよくこのソファのこの部分がなんか斜めになってるし、間空いた方がありえる。ぴったりつけるよりこういう風に間開けるとか。気づかなかった。でまあ大して意味はないんだけど、ちょっと汚しを入れておくとそれっぽくも見えるし、こういうところは。でこの口吻と呼ばれる動物のね、この出っ張った部分、その向こうに目が行くんで、こっちはよく描けてますよね、それは。パースがちょっと怪しくなってるけどまあこの1枚の絵からね、描いていくにはちょっと難しいと思うんだけど、なんとか見せられるように描く練習をしていくといろいろ覚えていくこともあるんで。シワの話だと自然にいっぱい入れてあるんですけど、私このところで困ってました。特に曲がってないから、どういうところで入れられるか。まっすぐなものがちょっと縮まったりとかして、たるんでるから、こんな風にね、体に沿ってシワが入るんじゃないかなとか想像しながら、もう実際はもっと細かい線が入ると思うんですよ。絵で描く分にはこれぐらいの密度でちょうどいいのかなっていうのを探りながら、あとは影をつければ全然説得力のある絵になるんで。ちなみにね、人の頭だったらこれぐらいで視界がここしかないから足元しか見えないだから人がついてるじゃないですか、こういう着ぐるみって横に必ずサポートの人がいるんですよ。自分の足だけ見えてもアシスタントがいるから視界が狭いんで。あと床の背も忘れずにねという感じですね。ドキドキディスコードでよく聞かれてる質問ですけど、別の角度で別のシーンで同じキャラクターに見えるようにどうしたらいいですかってよく聞かれていますので、こういうチャレンジはやってみたらどうでしょうか。適当にどんな部屋でも決めてキャラクターを置いたら別の視点からどういう風に見えるか。この前電車の中でも同じチャレンジになってたし、で一番今回多分勉強になったのが、なんか同じアイレベルじゃなくてちゃんと立ってるキャラクターだから上から下を見てるようにさらに勉強になりました。ディテールだとシワの種類がいっぱいあるので、素材によっていろんな違うシワの描き方、ちゃんと T シャツじゃなくて厚い生地、着ぐるみとか、例えばこの別のキャラクター、これだったらもっと硬い感じで。いや最近はね、空気で膨らましてるんですよ嘘でも常に空気入れなきゃいけない。バッテリーが切れるとしぼんじゃう近づくとシューって音がしますあとはキャラクター、ちゃんとどういうキャラクターを描いてるか、自分の漫画とか自分のアニメーションとかキャラクター表で正面と斜めと後ろ、後ろ斜め後ろぐらいがいいかな、いろんな角度を描いといて、こういう風に別の角度で描くときはちゃんと似てるようにできます。あとはソファ、ちゃんとパースに乗ってる方がいいですね。で定規を使うんだったら別に全部引かなくていいし、こういう風に引いて、で大まかなガイドとしてさっと引いとけば分かりやすいと思うんで、じゃあぜひみんなやってみてください。自分のシーンを作って違う位置にキャラクターを置いて違う角度から描いてみたら、ぜひディスコードとかにアップしてください。じゃあありがとうございます。どうもどうも。ぜひチャンネル登録お願いします。バイバイ。バイバイ。で今消失点を考えながら、アイレベルはこの人の見た目だから、この高さでアイレベルを考えると、ほらここら辺になるでしょ。この S の形がすごいですね。私だったら多分単純に CCC の形。